最高でした。新梅田食堂街っていうんですかね。今年75周年らしい。そうですよね。で、この新喜楽さんはいつ頃から？昭和39年。うちもともとは南の法善寺横丁だった。そこが本店で、ここは支店。で本店の方はもう平成の初めぐらいに閉めて、で残った支店で。ここが3代目です。3代目です。じゃあ法善寺のところで昭和7年に始めたんで、まあ、今年で92、3年か3年かな、創業は。前の晩から昆布だ水置いといて、昆布は昨日終わってからずっとつけたまま。北海道の道南っていう天然の昆布。もともとは天ぷらが中心で、まあ一品料理とかでやってたけど、まあ鴨鍋がもう一つの名物になる、まあ、ありがたい。うちのじいさんがね考えて。じゃあ初代の。そうそうそう。もういつから始めたかちょっと僕には定かじゃない定かじゃないねんけど、もう昭和30年ぐらいの時に始めたんちゃうのかな。なんちゅうかな。まあこの昆布も佃煮にしたいし、だいぶ、まあお店によって昆布もうちょっと早く揚げたりするのに、じゃあしっかりメジカとサバと5種入ってる。あれですわ。知ってあると思う。これもちょっと足して。うちはこれでちょっと炊き込むんですよ。ここでもう揚げる人もおるけど、うちはどこも一緒やなくなっちゃう。把握してる。これがまあうちの全ての味の基本のだしね。一昨日ぐらいでしょ、涼しなんて。そうですね。うちはやっぱりもう鴨鍋が結構お客さんから愛されてるから、それでもなあって暑いから食欲も落ちて、営業始まったらあこれがよう出るんやないの分かると思うけど、こっち小さい天丼と小さい鴨鍋っていうのが今一番よく出る。昔はそんなにメニューそんな多くなかったですよ。鴨鍋と天ぷら定食だけやってなかったけど、カレーうどんまでかつうどん屋じゃないけど、
まあ基本的にこの辺でお昼は働いてるなんちゅうかなビジネウィスマンの方ークデーはね、でもまあ今日は土曜日なんでサラリーマンの人もまあお休みが今多いから買い物とか来てるお客さんが土曜日はね中心になるとは思うけど、営業始まったら必死のバチで仕込みは逆にまあ気持ち的には穏やかにはねゆったり。ゆったり。戦後に満州鉄道の人らが満鉄って学校で習ったことで、戦後日本国が、満州なくなって満州鉄道にとかいてた人が国鉄にみんな出向でいてたけどね、自分の国鉄は人減らしやなんやなってる時に雇われへんから。だからここ空いてるからお前らなんとか大阪やから食べ物やったら食べていけるやろうって、それがスタートらしい。この町のそう最初は素人の人らがみんな始めてる、何軒かはプロの人がみたいな。最初は56軒でスタートしたで、この場所にいろんな会社が入ってて、今はもうだんだん統一されてきてるけど、この鰹節と昆布いうのは偉大やね。昆布だけじゃまだこっちの関西の出汁になってないけど、カツオと合わせたらもう相乗効果いうのが全然ちゃうね。これに合わせた薄口とみりん入れて、こっちお塩ああいう混合のメジカやウルやああいう入れるのは、鴨肉って雑味がやっぱりきついというか癖のある、あれからも出汁が出るんやけど鴨肉から、それにかと思ったらこれぐらいこういう出汁ね。でうちの場合はあとシンプルやからネギが入るで、ネギもやっぱりうまみが出るで、最後鴨肉、それで完成した味になる。先代とかが先々代とかそういう改良を重ね、やってることはもうほぼここは変わらんねんけど、できた当初からこの形。
え今だから見に行って警備員に聞いてくださ新喜楽さんっていうのは、まあその先々代のそうやね、そおじさんはねれよく聞かれるんやけど、喜楽の前に小さい芯ってあって、もうじいさんも早死んだから直接は聞いてないけど、まあおふくろとか親父に聞くと、まあばあさんとか、まあ喜楽っていう名前自体が左右対称で縁起がいいと。それでいろいろ相談したりして名前してね、その当時喜楽っていうお店がすでにあって、でそこに新しいっていうのをつけて、だから新何々っていうお店大阪にも結構あるんやけど、大体その前のお店の人のなんちゅうかな、尊敬心を持って小さく新ってつけたっていうのを聞いたし、今の魚屋ももう戦前からの付き合いの魚。戦前から戦前から。鳥鹿さんっていう日本橋にある卸のところに入れてて、まあもうそこは信頼してるところなんで、そこの先々代と、まあ、うちの先々代と、まあ、仲良かったんで、日本料理ってこれもも肉なんやけど、まあ今もそうやねんけど胸肉ばっかり使うのよ、日本料理って言ったら。ももが余ってしゃあないから、それでなんとかしてくれへんかい、それがスタートやねん、この鴨鍋の。もう安うおろすからなんとかしてくれへん、分かった、なんとかするで作ったのがこの料理。
はいどうぞ。でももういいよそらなくて。でもやっぱり一回は見たいっていう人が今いっぱい、うちも卵で閉じるから食べやすくなる。はい。釜鍋。お店には今日初めて来られたんですか？何をきっかけに？私がこの人のおすすめで漁師なんですけど大阪市に出てなんか今日来るっていうからお昼食べに行こうってなってで友達に勧められました。私は初めて来ました。天ぷらと釜鍋がセットです。まあこれが両方二つ名物です。両方食べたいなっていう。両方食べたいっていうお味いかがですか？美味しかった美味しいですめっちゃ美味しい。まあこの時間やからこれゆっくり食べてください。そうやなめっちゃ久々来たんです。あ、そう。これ。ゆかりそう、これ。美味しそう美味しいこれめっちゃ美味しい。だしかゆかりが私とゆかりの方が好私もゆかりが好き。じゃあゆかりそれ2つで。セットゆかり2つで。なんかこれ要はさあれでそうめん2つ。ご飯少なめ。2つともご飯少なめで。はい、すいません。ありがとうございます。どうぞ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。一緒でいいですか？はい、はい、いただきます。はい、足出してあげる。
醤油なんかおかげなんかわからんけど。あの2つです。はい、定食。おおきに。ありがとうございます。前から来てたんですけど、今日そう私がちょっと関東の方住んでて、でめっちゃ久々に来ました。あ、もう最高でした。もうこの出汁が飲みたくて来ました。あっさりしてるのがすごい好きで、あとこの天ぷらの丼のゆかりのいいアクセントになってる。最高でした。ありがとうございます。はい、定食。カモ2個。はい、あ、ごめん。
はい、ごめんなさい。熱いから気をつけて。わかる。あ、ここだ、ここだ。だから。同じ。もうすぐ来ますからね。残すな、絶対に。死ぬ。プレッシャー。お出汁がめっちゃ美味しいし、こんなん美味しいですね。ありがとうございます。家でも食べそうです。ありがとうございます。今まで食べたんだけど最高でございます。ありがとうございます。ありがとう、ごちそうさま。だからさっきの鴨鍋の豆腐とで鴨肉の量もちょっと減らして、でその代わりうどん玉が入って卵で閉じてで天ぷら。もともとまかないでやってる。あ、そうですか。一回試しでやってみようかって結構でやっぱり大阪の人うどん好きやから。そうです。よかった。どちらですか？こちらです。すみません。はい、すみません。はい、ありがとうございます。ありがとう。めちゃめちゃ美味しい。さっぱりで。お昼はできへんけどちょっとだし残してくれたらそのご飯で閉じて雑炊みたいにお昼はちょっともうそこまでようやらんからうちがこの天ぷらをね、名物にしたのはもともとエビ問屋さん大阪で一番のエビ問屋とうちの創業者のじいさんがいとこ同士やった昔は天ぷらってものすごく高級食材やった高級料理エビって言ったら海で泳いでる天然の車エビしかなかったんです戦後養殖とか技術ができていわゆる冷凍技術を持って固めて産地で加工商品にしたやつをそれかアメリカからの技術で導入したのがそこのエビ屋さんで大阪とか初めて使ったのがうちあとは聞いてるだからそれまで高級な天ぷらエビを大衆的な冷凍エビを使えるようにそれをうちが天ぷらで出したいのがお客さんに受けたっていうそういう話を聞いてる。